L 川いすゞ自動車が販売している大型バスです。J バスが製造を担当しています。販売は2000年からなので、もう20年以上の歴史があるんですね。今回は20年の歴史の中から、ハイブリッド車や CNG 車を除いたディーゼル車についてのみ解説していきます。まずは概要から、キュービックをフルモデルチェンジしている側登場しました。縦4灯のヘッドライトがとても特徴的ですね。中型車である弟分の L ガミオと部品を共通化していますので、パッと見分けがつかないこともしばしば、多分私だけ。ノンステップバスは、当初フルノンステップ、後のタイプ B のみ発売されていましたが、前中ノンステップ、タイプ A が途中で追加されました。2004年からは日野自動車と事業統合で発足した J バスで製造することになり、日野にもブルーリボン2として OEM 提供されることになりました。2015年には大きなモデルチェンジが行われました。MT 車を廃止し、ラインナップをノンステップに統合、また、エンジンをダウンサイジングして4気筒にしてしまいました。私はそのエンジン音から、もうエンジンと呼んでいます。聞いてないですね汗。では、ここからはモデルごとの詳細をお話ししていきますね。初代、KLLV 系。キュービックがフルモデルチェンジされ、2020年6月に L 側発売されました。型式はキュービックと同じ LV を名乗っているため紛らわしいです。ただし排ガス規制の記号で見分けることができます。L 側 KL、キュービックは KC。ラインナップとしては、ノンステップバス、ワンステップバス、ツーステップバスが用意されました。エアサスが LV280、リーフサスが LV380 となります。エンジンはキュービック譲り、なんと V8、15200cc の 8PE1 型を積んでいて、出力は標準240馬力、高出力285馬力の2種類がありました。ミッションは OD5 速 ACT が標準設定ですが、オプションで直結5速や ZE 車製の AT も選択できました。なお、エアサスが標準装備で、ノンステップバスにはリーフサスの設定はありません。ホイールベースは、L 尺、4.8メートル、N 尺、5.3メートル、Q 尺、5.8メートル、が用意されていました。ただしQ 尺はノンステップのラインナップはありません。日野自動車へはブルーリボン2として2004年8月に OEM 供給がスタートしました。ただし、外観上で見分けることは困難で、車内にあるメーカーロゴなどで判別するしかありません。ノンステップバスは、LV280L1 階のように、型式の後ろ2階の文字が付加されます。なお、フルノンステップバスであるタイプ B は、型式、KLLV834 となります。構造的にはキュービックのフルノンステップバス、KCLV832 に準じています。エンジンは直6の 6HKHTCC 型、260馬力を垂直横置きに搭載、ミッションは ZE 車製 AT です。2005年にはタイプ B が製造中止されました。これは交通バリアフリー法への対応ができていなかったことや、エンジン AT が客室に張り出していて乗車定員が少なかったこと、高コストであったこと、などにより普及が進まなかったことが原因となっていたようです。PJ、LV234、1K。排ガス規制に適合する形で、2004年12月に販売が開始されました。この台でも相変わらず日野の KV 系との外観上での見分けはつきにくいです。エンジンは中型車向けの 6HKHTCC、260馬力に変更されました。前モデルに比べて20馬力アップしましたが、低速トルクが細くなったため、5速 MT 車は直結5速が標準となり、さらに最終減速比もローギアード化されました。また、AT は ZF 車からアリソン車製に変更されました。後に高出力エンジン 6HKHTCH、300馬力と OD6 速ミッションの組み合わせも登場しています。LV280 系との相違点は、後部のエンジンルーバーが運転席側に移動したことと、側面の反射機能有無、リアナンバー等の形状などがあります。PKG、PDG、LV234 2系。
新長期排ガス規制に対応し、2007年2月に販売開始されました。エンジンは標準、6HKHTCC が240馬力、高出力、6HKHTCS の2種類ですが、VGS 可変ターボ採用で、先代よりもトルクがアップしています。ミッションは OD6 速 MT、直結5速 MT、アリソン製5速 AT が設定されています。車内では、これまでステンレス製だったポール素材が、オレンジ色のものに変更になりました。また、ノンステップバスでは、運転席側の最後部窓が拡大されました。また、エンジンルーバーが扉側にもついたので、先代との見分けもつきやすくなりました。なお、ブルーリボン2も同時にマイナーチェンジしましたが、ヘッドライトの形状が2灯式に変更になっていて、L 型の見分けもつきやすくなってます。LKG、LDG、LV2343 系。ポスト新長期排ガス規制に対応し、2010年8月に販売開始されました。排ガス規制は尿素 SCR システムを採用しています。ミッションは全車6速になりました。また、ABS が標準装備され、ホイールは ISO 方式に変更されて、これまでの8欠から10欠となりました。室内では、座席配置が均衡型は廃止となりました。9PG、9KG、9DG、LV2343 系。LKG、LDG234 系のうち2012年4月以降に納入された車両は、エコカー減税対応のため排ガス規制記号が変更になっています。また、新ワンマンバス構造要件、中扉インターロック新設や、ハイバックシート以外でのシートベルト装備の設定がなくなりました。2代目。まずは概要から説明します。エルガ初のフルモデルチェンジは2015年8月に行われました。主な改良点は、外観を更新してブルーリボンと統一化、フラット部分を拡大するためホイールベースの延長、エンジンのダウンサイジング、ミッションは MT の廃止及び ACT、AT の標準化、等が挙げられます。また、2代目からはノンステップバスのみがラインナップされました。従来は前扉はグライドスライドドアでしたが、折り戸に変更し、座席は優先席を含めて全て前向きに変更されました。燃料タンクも扉側のタイヤハウスに設置された関係で、最前席、いわゆるおた席が廃止になりました。一部例外あり。9RG、9PG、9KG、9DG、LV2901 系。2015年8月に発売が開始されました。エンジンはダウンサイジングのため、なんと4気筒、5.2 リットルエンジンの 4HKHTCS、250馬力を搭載し、ミッションは6速 AMT またはアリソン社製6速 AT が設定されました。2TG、2PG、2KG、2DG、LV2902 系。ポスト新長期排出ガス規制に適合し、2017年8月に発売が開始されました。エンジンは、4HKHTCH、240馬力に換装され、新たに LED ヘッドライトが採用されました。2TG、2PG、2KG、2DG、LV2903 系。2019年6月にドライバー異常時対応システム、EDSS を標準装備して、3系にマイナーチェンジする形で登場しました。2TG、2PG、2KG、2DG、LV290、3系、現行。2020年6月に再びマイナーチェンジしました。アイドリングストップの仕様変更や、平成27年度重量車燃費基準への達成が図られました。以上、エルガ、ディーゼルエンジンを解説してまいりました。パッと見の印象は同じように見えますが、実際は細かく進化を繰り返してきたことが分かりました。いやー、エルガも奥が深いですね。次回はエルガハイブリッド車などを中心にご紹介できればと思います。長時間のご視聴ありがとうございます。気に入っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは、良いバスライフを。